天下人、その言葉を聞いて皆さんは誰を連想するでしょうか。多くの人は織田信長、もしくは豊臣秀吉、さらには徳川家康を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかしその3人以外にも天下人と呼ぶにふさわしい人物がいます。三好長慶です。一般にはあまり知られていない天下人である三好長慶ですが、一体どのような人物だったのでしょうか。1522年、三好長慶は安房国、現在の徳島県で生まれました。そもそも三好長慶自体を知らないという人も多いと思いますので、まず人生の全体像を説明しますが、三好長慶の一生は複雑なので3段階に分けて考えると分かりやすいかと思います。まず最初に同僚である木沢長政との戦い、次に主君である細川晴元との戦い、最後に将軍である足利義輝との戦いです。木沢長政との戦いで勢力を拡大し、細川晴元との戦いで細川政権を崩壊させ、将軍との戦いで三好政権を樹立させるといった流れです。それではまず幼い頃の三好長慶についてお話ししていきましょう。三好長慶は幼い頃から辛い人生を送っています。というのも11歳で父を失っているのです。三好長慶の父は三好元長という人物で、細川晴元に仕える武将でした。父を殺したのはこの細川晴元、つまり長慶からすると父の上司から父を殺されたことになります。一体なぜそのようなことが起こったのでしょうか。その経緯は結構複雑なので、詳しくはこれまでの動画を見てもらうとして、簡単に説明すると、当時室町幕府は2つに分裂していました。細川晴元や三好元長はこちら、堺を拠点に活動しています。これに対して近江を拠点としていたのが細川高国という人物でした。最終的にこの対立は細川晴元の勝利に終わりますが、共通の敵を失った堺の人々は内部分裂を起こしていくことになったのです。この対立の中で三好元長は細川晴元によって自害へと追い込まれたという流れです。何にせよここで重要なポイントは、三好長慶は細川晴元によって父を殺されたということです。しかし三好長慶は当時11歳、大した力もない子供です。いつか父の仇を討つ、そのように我慢しながら長慶は細川晴元に心中し、機会を伺っていくのでした。さて、こうして内部分裂に勝利した細川晴元ですが、その細川晴元にはある弱点がありました。勢力基盤が弱いのです。もちろん晴元もその弱点には気づいていましたので、勢力基盤を補わなければならないと思っていました。なので晴元は価格にとらわれずに有能な人物を雇っていきます。その結果、晴元の家臣の中で頭角を現したのが三好長慶と木沢長政でした。木沢長政というのは冒頭でお話しした通り、後に三好長慶と争っていく人物ですね。こうして三好長慶の人生は木沢長政との戦いの段階へと進んでいきますが、その前に三好長慶の家臣についてお話ししておきましょう。さて、今までお話ししてきた三好長慶ですが、彼も同様に勢力基盤が弱いという弱点を持っていました。というのも三好長慶は先ほど言った通り父を殺されています。その際に父に従っていた人たちも多く失っており、新しい人材を採用する必要があったのです。なので三好長慶も価格にとらわれずに有能な人物を雇っていきます。そうやって雇われた人々の中で有名なのが松永久秀です。もしかしたら名前を聞いたことがない人もいるかもしれませんが、彼はこれ以降も活躍していく重要人物なので、名前だけでも覚えておいてください。それでは最初の戦いである木沢長政との戦いについて見ていきましょう。三好長慶はある時、細川晴元からの命令を受けて反対勢力を攻撃します。しかし攻撃されている人々からしても黙って殺されるわけにはいきません。ということで彼らは木沢長政に救援を要請しました。こうして三好長慶と木沢長政の戦いが始まっていきます。その後木沢長政は上洛して義晴の擁立を図りますが、義晴はこれを拒否。当時の木沢長政は命令を無視するなど勝手な行動が多かったので愛想を尽かしていたのでしょう。
孤立してしまった木沢長政は逆に討伐令を出されてしまいます。こうして将軍の命令により集まってきた軍勢によって木沢長政は討ち死に、三好長慶が勢力を拡大していくことになります。さて、こうして三好長慶の人生は次の段階へと進んでいきます。次は細川晴元との戦いです。ついに父の敵を討つ時が来たのですね。しかしその前段階として新しい勢力が登場してきます。細川氏綱です。細川氏綱は細川貴国の後継者を自称する人物です。要するに細川晴元に対抗する人物が現れたということですね。その後、細川氏綱は泉を拠点に挙兵して勢力を広げていきますが、細川晴元や三好長慶はこれに対抗して細川氏綱を一時的に鎮圧します。しかしその勢力は無視できないものになっていました。このような状況を見て時の将軍足利義晴はあることを考えます。細川晴元を見捨てて細川氏綱と結ぶべきでは、そう考え始めるのです。そんな考えのもと、足利義晴は細川氏綱に味方するようになります。さらに京都は戦乱で危険だと考えた義晴は近江へと逃走。日吉大社で息子の義輝を元服させて将軍の位を譲りました。こうして近江で将軍となったのが足利義輝です。この頃の足利将軍の地位は京都で将軍になれないというほどに不安定な状態だったのです。さて、こうして将軍の支持を失ってしまい絶体絶命となった細川晴元や三好長慶ですが、これは三好長慶にとってはチャンスでもありました。というのも三好長慶からすると細川晴元は父の敵。今なら細川晴元を倒すことはたやすいことです。こうして三好長慶は細川晴元に反旗を翻して晴元に不満を持つ人々を集めて京都へと攻め上ります。これに耐えることができなかった細川晴元は義晴と義輝を報じて近江坂本へと退去。ついに三好長慶は父の敵である細川晴元を没落させることに成功したのです。さて、こうして三好長慶の人生はさらに次の段階へと進んでいきます。次は足利義輝との戦いです。このタイミングでは京都の三好長慶、細川氏綱と近江の足利義晴、足利義輝、細川晴元という対立構造ですが、義晴はそのまま近江で病死してしまったので対立構造はこのようになります。この頃には近江の人たちの中でも和睦派と強硬派に分かれている状況だったようで、三好長慶も和睦を維持して義輝幕府を立て直したいと考えていましたが、義輝はだんだんと強硬派に傾いていき、最終的には挙兵。さすがの三好長慶も挙兵されたら黙ってはいられません。足利義輝と細川晴元を攻撃して2人を追放してしまいます。こうして自ら政治を行うことを決心した三好長慶は本拠地を小清水城から芥川山城に移し、京都に滞在せずに京都を支配するという支配方式を実現します。これ以降、京都の人々は足利義輝ではなく三好長慶を頼るようになっていき、それは当時の天皇である後奈良天皇や次の天皇である扇町天皇も同様でした。畿内は三好長慶によって統治されるようになったのです。これが三好長慶が天下人と呼ばれている理由です。三好長慶が行った足利氏を擁立せずに自ら政治を行うという選択は前代未聞の極めて異例な試みです。その新しい発想は織田信長に大きな影響を与え、室町幕府の滅亡へとつながっていくのでした。